おい、桂木。お前、永遠に休みでいいから。まさか、有給休暇を取得しようとしただけで会社をクビになるなんて。休暇申請をした俺に対して店長が放った一言は衝撃的なものだった。俺の名前は桂木亮太。結婚して5年目の30歳だ。子供はまだいない。仕事はある弁当屋で副店長の仕事をしている。俺が働いている会社はチェーン店で、都内にある数店舗のうちの一つだった。俺がこの店に来たのは去年からだ。もともとは別の社員が働いていたのだが、辞めてしまったので、急遽俺が配属されることとなったのだ。副店長の仕事は主にアルバイトの取りまとめで、シフトを作ったり、店長不在の時間にお店の運営をしたりなどをする。この店の店長は熊田さんという45歳の男性だ。この店はアルバイトや他の社員に対して横暴な態度を取ることで社内でも有名だった。事務所で従業員に対して怒鳴っていることなんかしょっちゅうで、今日も俺が出勤してくると店長の怒号が事務所の外まで鳴り響いていた。お前、店に迷惑をかけてどういうつもりなんだ。すみません、許してください。一生懸命に謝っている大学生のアルバイト。俺は慌てて事務所に入ると店長をなだめた。怒っている理由を聞くと、お釣りを10円間違えたとか、外に出してある立て看板が傾いていたとか、取るに足らないような小さなことばかりだった。失敗は誰にでもあることですし、次回改善すればいいじゃないですか。それにこんなに大声で怒鳴るほどの問題ではないでしょう。俺がそう言うと店長は気に入らないのか、なんだと、副店長の分際で口答えするんじゃない。この店の責任者は俺なんだぞ。誰のおかげで給料をもらえていると思ってるんだ。そう言って怒鳴りつけた。こんなひどい店長でも店をやっていけるのは、この店の契約先に有名なテレビ局があり、イベントやドラマ撮影のたびに安定して弁当を大量発注してくれる固定客になっているからだ。だから同チェーン店の中でもこの店の売り上げはトップ3に入るくらいで、本社からも一目置かれているくらいだった。それで店長はこんなパワハラまがいのことをしていても処分されずに大きな顔をしているのだ。羽振りのいい客がついているから繁盛しているだけなのに、自己中心的な店長は自分の経営手腕がいいからだと有頂天になっているらしい。そして自分の言うことを聞かなかったり、ミスをした従業員を大声で叱り飛ばすことが趣味になっているらしかった。朝の仕込みから夜の片付けまで一緒に働いてくれるアルバイトの人たちがいるから成り立っているというのに、それなのにこの勘違い店長は裸の王様状態で店の中で威張りまくっていた。そんなある日のこと。ふざけんな、有給を取りたいだって。アルバイトの分際で何を言っているんだ。また事務所から店長の大声が聞こえてくる。俺が中に入ると、アルバイトの女子大生が泣きながら店長に説教されているところだった。事情を聞いてみると、彼女は九州出身らしいのだが、3ヶ月後に姉が結婚することになり、帰省したいので、その日に合わせて有給を取得したいということだった。彼女は大学に入った時から働いていて、勤続は3年ほどになる。一度も仕事を休んだことがなく、急な呼び出しにも応じてくれる頼りになるメンバーの一人だった。そんな彼女に対して、バイトで有給なんかもらえるわけないだろ、身の程知らずめ。そう怒鳴っている店長。見かねた俺は、いや店長、アルバイトでも規定の要件を満たした場合には有給を付与することが義務付けられているはずです。確か労基法39条で。横から口を挟んだのだが、うるせえ、
俺が出さないって言ったものは出さないんだ。余計な口挟んでくるんじゃねえ。そう怒鳴りつけると、タバコでも吸うつもりなのか、勝手に話を切り上げて事務所を出て行ってしまった。困ったことになったなぁと思いつつ、俺はアルバイトの子になんとか有給を取得できるようにするから姉さんの結婚式には行きなさいと言っておいた。そもそも有給の取得はアルバイト、正社員にかかわらずきちんと取得させるように本社から通達のメールが来ていたのだ。アルバイトたちに仕事を押し付けていつも事務所で寝てばかりいる店長はろくに本社からのメールも見ていないに違いない。これはどう解決するかなと思っていたのだが、有給のことで横から口出ししたのが気に入らなかったのか、その日から店長は俺にパワハラまがいのことを行うようになってしまった。おい、桂木、厨房の床掃除どうなってんだよ。それに店内の広告も曲がってるぞ。とっとと直せ。店長がそう言って大声で怒鳴っている。はい、すみません。一箇所直したかと思うと、続いて、アルバイトがきちんとトイレ掃除をできてないじゃないか。桂木、お前の教育が悪いからだぞ。罰として、今日から半年間はお前がトイレ掃除を担当しろ。掃除は毎日していて、どこもきれいなはずなのに、イチャモンをつけて、次から次へと嫌がらせをしてくる。掃除で済めばまだいい方で、自分がミスをした発注伝票を俺が書いたものだと言い張ったり、本社からのメールに返信し忘れたのを俺が言わなかったからだと責任逃れをしたりと、やりたい放題だった。部下である俺は店長の支離滅裂な指示に反感を持ちつつも、説教を聞いていることしかできなかった。それに俺がこの人の相手をしていないと、人を恫喝するのが趣味な店長はアルバイトに向かって怒鳴り散らすのだ。それはなるべく阻止したかった。だからなるべく気にしないようにして店長の言葉にも耐えていたのだけれど、ある日、そういえば桂木、お前結婚してるんだってな。お前みたいなブサメンと結婚する女がいるなんて世の中終わりだな。どうせ30過ぎてから婚期を逃すと思って慌てて結婚相談所に駆け込んだんだろう。モテない男女の慣れの果てだね。そう言って見下したようにニヤニヤと笑っている。いえ、妻とは学生の時に出会った友達です。呆れながらも正直に言うと、へえ、嫁も後悔してるんじゃないか。お前みたいなボンクラと結婚して。俺と違って容量が悪いお前はこの先店長なんかなれないだろうし、一生平社員だろう。お前なんかどれだけ働いても年収300万円が関の山だな。嫁にもっと稼いでこいとか言われないのかよ。言いたい放題の店長に対して俺は、いえ大丈夫です。それにうちは妻も働いているので。そう言いかけると、けっけっけ、共働きの貧乏家庭かよ。そう言って悪態をついた。この人には何を言っても無駄なようだ。そんなある日のこと、事件は起こった。きっかけは俺に大学時代の友人から結婚式の招待状が来たこと。その友人とは長年の付き合いで、せっかくだから有給を取って妻と一緒に出席しようと思っていた。例のアルバイトのこの有給の件も店長が未だに承諾せず宙に浮いている状態だ。俺の取りたい有給の件と合わせて今日こそ決着をつけるぞと意気込んで事務所に入ったのだが、有給だと？いいぜ、出してやるよ。話を聞いた店長はあっけなくこう言った。本当ですか？ありがとうございます。じゃあアルバイトの子の有給も。俺がそう言った時、ただしお前永遠に休みでいいから。は？何を言っているんだろう。俺がポカンとしていると、だから
有給を取りたいなんて贅沢なことを言ってくる無能社員はいらねえから、お前はクビだっつってんだよ。うちの店は売り上げがいいから、お前がいなくなっても本社に頼めばすぐに人員は補充されるんだよ。そう言って俺の顔を見ながらニヤニヤと笑った。なんだと？今までもこうやって気に入らない社員をいびって、いびるのに飽きたら辞めさせてきたのだろう。店長は、どうだ、ざまあ見ろ、と言わんばかりの勝ち誇ったような顔をして俺の方を見ていた。店が儲かっているのはお客さんと働いてくれている人のおかげなのに、少しも感謝することなくわがまま放題な店長。こんな店長を放っておいたらダメだ。ついに堪忍袋の緒が切れた俺は店長にこう告げた。じゃあ会社潰しますね。俺の言葉を聞くと、ギャハハハ、おいおい、お前はやけくそになった中学生か？さすが無能社員の桂木くんだな。そう言って笑った。俺は勝手にしろという気持ちで事務所を出て行った。こんな店長のいる会社はこっちから願い下げだ。それからしばらくして友人の結婚式当日になった。無論この日俺は有給を取得イコールクビにされることになっていた。朝から準備をして妻と身支度を整え家を出る。式は午後1時からなのでまだ時間に余裕がある。俺は結婚式場に行く前に行くところがあった。俺の職場の弁当屋だ。妻を連れて事務所の前まで来ると、おいこら、俺に文句があるっていうのか。中からいつもの通り店長の罵声が聞こえる。きっとまたアルバイトを恫喝しているんだろう。コンコンコン。ドアを開き妻を連れて事務所の中に入った俺。部屋の中ではまたミスをして怒られていたのか、小さくうつむいたアルバイトの女子学生と横柄な態度の店長がこちらを見ていた。おい桂木、どうしたお前。楽しい有給中じゃなかったのかよ。急に入ってきた俺たち夫婦を見て、あれ、その人ってお前の嫁？これはいらっしゃい。だけど申し訳ないですが、桂木くんは店長である俺に従わないのでクビですよ。嫁と一緒に押しかけてくるなんて前代未聞だな。そう言ってゲラゲラ笑っている。夫婦で俺がクビになった件の文句を言いに来たと思っているらしい。残念だな。もっと早く謝れば許してやってもよかったのに。奥さん、あんたも男を見る目がなかったね。こんな無能と結婚したあんたの運が悪かったのさ。初対面の妻にまでなんて口の利き方だろうか。その時、今まで黙っていた妻が口を開いた。あら、お得意様に対してそんな口を聞いていいのかしら、店長さん。店長は驚いた様子で、なんだときょとんとしている。妻と店長が睨み合っていると、今まで横でうつむいていたアルバイトの子が急に妻の顔を見て、本物？桂木プロデューサーじゃないですか。そう叫んだ。すると店長は、はあ、プロデューサーだと不思議そうな顔をしている。あら、こんにちは。山手テレビでプロデューサーをしている桂木香織です。二人がやっと気づいたことを察した妻は、アルバイトの子ににこりと挨拶した。すると、名前を聞いたアルバイトの子と店長は、桂木プロデューサーって大ヒットドラマ「裏暴き」を作った方ですよね。私毎回全話視聴してて録画もしてるほど大ファンなんです。握手してください。裏暴き？平凡な家政婦がどんどん家庭の裏側の闇を暴いていくシリーズの第2シーズンになってからは窓際サラリーマンが主人公になってさらに大ヒット中の伝説のドラマ。俺も毎週見てるんだ。とびっくり仰天している。そうです。私が企画してあのドラマを作りました。
撮影の際にはこちらのお弁当屋さんでスタッフや役者さん用のお弁当を大量発注させてもらって大変助かってたんですけど、まさかアルバイトを恫喝したり有給取得した社員を辞めさせるようなブラック企業だとは知りませんでした。妻は淡々と話し続ける。そう、実は俺の妻は本当に大ヒットドラマのプロデューサーなのだ。俺との出会いは大学の映画研究会で、小さい頃から家庭科や読書が好きでおとなしかった俺と、活動的でエンタメ大好きの彼女はお互いにないものを持っていて惹かれ合った。そして結婚したのだが、妻はテレビ局で仕事をずっと続けていて、男性顔負けで仕事をバリバリこなしていた。しばらくはドラマの企画をいっぱい打ち出して採用されたり却下されたりを繰り返していたのだが、そんな中生まれたのが去年大ヒットしたドラマ裏暴き。なんと最終話の視聴率は 40% 超えで、社会の闇を暴く時の主人公の決め台詞が流行語大賞になり、社会現象にまでなった。そして今年の秋から放送されている第2弾は前作を上回る盛り上がりを見せているメガヒット作だ。さらに来年には映画も公開される。妻はスタッフや俳優に配る弁当の一部を俺が働いている店に発注するようにしてくれていた。だからこの弁当屋はずっと羽振りのいい固定客がついてやっていけたのだ。それを知らない店長は自分の経営方針がいいからだと勘違いし、天狗になっていたのだった。今日の有給で夫はクビになるそうですね。わかりました。次の映画とドラマの撮影用に来月もこちらで弁当を大量注文しようと思っていたのですけど、やめますね。妻の話を聞いた店長は真っ青になっている。待ってください。まさか桂木くんの奥さんがテレビプロデューサーだったなんて、そのよしみで弁当を発注してくれていたなんて何も知らなかったんです。最初から知っていればクビなんかしないですよ。店長はそう言って平謝りに謝り始めたが、妻が許すはずもない。今さら謝ったって遅いですよ。共働きは貧乏だなんてうちの旦那に言ったらしいですけど、余計なお世話です。うちは夫婦合わせて年収4000万円は超えてますから、心配していただかなくても十分にやっていけます。それに従業員の有給付与もできない会社、潰れた方が世の中のためなんじゃないかしら。そう言い捨てると、俺と妻は一生懸命に謝っている店長を置き去りにしてアルバイトの子に挨拶をすると、そのまま友人の結婚式に向かった。そしてその日は素晴らしい結婚式を見て、久々に大学時代の映画研究会の仲間たちと集まり、楽しい一夜を過ごすことができた。アルバイトの子もその後無事に有給を取得し、九州に帰ることができたらしい。その後、主要な取引先だったテレビ局との契約がなくなった弁当屋はあっという間に赤字になった。また働いていた大学生たちが復讐のために店長の罵声を SNS に上げたところ拡散され、大学生バイトへのパワハラということで大問題となり、店舗は潰れ、この弁当屋のブランド自体の経営状態も悪くなり、とうとう倒産してしまった。その後、職を失った元店長は今では工事現場で働いているらしい。毎日先輩の親方たちから怒られながら仕事をしているそうだ。この間、元アルバイトの大学生の子が工事現場の近くを通りかかった際に姿を見かけたというから本当の話のようだ。人を恫喝して楽しんでいるような根性の持ち主だから、一度厳しい現場で精神を鍛え直してもらった方がいいだろう。その後、俺は弁当屋で培ったノウハウを生かして自分で小さな弁当屋を立ち上げた。とても小さな弁当屋だが、最初は自分で経営できるのか不安だった。けれども妻の後押しもあり、前の店で働いていた大学生の子たちも数人手伝いに来てくれて、今は経営は順調だ。仕事をしていて思うのは、やはり一人では何もできなくて、一緒に働いてくれる仲間が大事だということ。自分で店長という責任ある立場につくようになり、
ますますそのことを実感する毎日だ。ちなみに最近になって妻の妊娠が分かったのだが、仕事が大好きな彼女はギリギリまで仕事を頑張ると言って聞かないので、今日も元気に俺が作った弁当を持って仕事に行っている。おっさん、いつも一人で部屋にこもって何やってんの？服のセンスもなんかダサいし、窓際部署勤務の引きこもり社内ニート様。たく、お気楽社員は羨ましいぜ。俺なんか首席卒業のエリート新人なのに、こんなに苦労させられてるっていうのに、世の中不公平だよな。まあ、俺には俺の仕事があるからね。それなりにやってるよ。君は今期採用の古井くんだろう。噂は窓際にも届いてる。いい噂も悪い噂もね。とにかく頑張って働いてほしいな。悪い噂ってなんだよ。それでマウント取るつもり？窓際は所詮窓際だよ。キャリアは長いかもしれないけど、どうせお荷物の社内ニートなんだろう。まあ見てなって、おっさんなんかあっという間に追い抜いて、俺社長になる予定だからさ。そうかそうか、それは楽しみだな。君が社長になれたら俺の給料を上げてほしいんだが。冗談言うなよ。おっさんはリストラ大賞筆頭だぜ。俺の名前は江戸崎豊、36歳。大学時代の友人と IT ベンチャー企業を立ち上げ、一応社長を務めている。会社は大学のサークル仲間と5人で立ち上げたのだが、俺が言い出したとそれだけの理由で社長に就任。まあ俺よりも優れた友人たちをサポートする役割の方が俺には向いていたのかもしれない。社員たちにより働きやすい環境を提供するのが社長たる俺の最優先事項だ。15年の間に業績を上げ、前期年度末決算では年商40億円を叩き出すまでに成長した。現在は25人規模の小さな企業だが、もっともっと成長させたいと思っている。今年は新入社員を5名ほど採用することになった。その中でも一番抜きん出て目立つ男がいる。古井翔くん、23歳。彼は一流大学の情報工学部を首席で卒業したという自称エリート。高身長プラスなかなかのイケメンで、女子社員たちの注目の的ではあったのだが、いささか問題を抱えるキャラでもあった。確かに成績は優秀だったのだろうが、それを鼻にかけているせいか、とにかく自己中心的なのだ。しかもエンジニア志望だったようだが、配属されたのは営業部。それはまずは顧客との信頼関係を築き、正確なニーズを把握するという我が社のポリシーによる采配だったのだが、それが本人は不満だったらしい。一体何のために情報工学部首席卒の俺を採用したんですかね。俺を営業部に配属するなんて宝の持ち腐れですよ。ここの社長も人事部長も一体何を考えているんだか。配属初日、開口一番翔が放った一言がこれだ。先輩社員が咎めていたが、本人は全く聞く耳を持っていないらしい。教育担当の先輩社員と一緒に営業に回るけれど、やりたくない仕事に向き合うことなく、当然得意先からの評判は最悪となった。古井くん、今どこにいる？もう就業時間を過ぎてるじゃないか。ああ、すんません。今起きました。すんませんじゃなくてすみませんだろ。今起きたってどこが体調でも悪いのか？まあ頭が痛くって。それはただの二日酔いだろ。今からでも会社に来いよ。すんません、頭痛がきついんで今日は休みます。ちょっと待ってよ、古井くん。ガチャ。
教育担当からはもう勘弁してくださいと泣いて懇願される始末。仕方なくシステム運用部に転属した。途端に生き生きと目を輝かせる翔くん。ここからいよいよ本領発揮と思いきや、実際なかなかそうはいかなかった。翔は主にクラウドサーバーの保守管理をする部門に配属されたのだが、これがどうやらまたしても気に入らなかったらしい。俺は開発がやりたいんです。そのために今まで勉強してきたんですから、設計とか開発とかそういう仕事をやらせてください。翔はそう訴え続けたが、その頃には翔の本性にみんなが気づき、まともに話を聞こうとする者はいなくなっていた。会話も必要最小限で、会議での発言も的外れなものばかりでお話にならない。大学を首席で卒業したとしても、それがそのまま実務で通用しないのは社会人あるあるだ。さらに勤怠が最悪となれば、誰も関わろうとしなくなるのは当たり前だ。すんません、早退したいんですけど。どうした？何かあったのか？ちょっと体調悪くて。体調不良って、そう言って昨日も早退したじゃないか。とにかく今日は帰らせてもらいます。そう言って半ば強引に早退した翔が、なんとその日の夜に飲み歩いているところを職場の先輩に見つかってしまった。さらに翌日、翔が遅刻してくる間に噂が一気に広まってしまう。職場全体が翔を明らかに避けるようになり、いわゆる村八分の状態になってしまった。そんな翔がターゲットに選んだのが、なんと社長である俺。もっとも翔は俺が社長であることなど思ってもみない様子。うちの会社では基本は役職呼称なのだが、俺だけは社長とは呼ばずに江戸崎さんと呼ばせている。創業当時は全員が同級生だったので、くんづけで呼び合っていたのだが、人数が増えていくうちにさん付けとなり、社員数が10人を超えたあたりから役職呼称を徹底することになった。しかし俺だけは例外で、いまだにさん付け呼称を徹底してもらっている。人数が少ないうちはフレンドリーな関係を築きたいと思ってのことだったのだが、それがどうやら翔に誤解を与えてしまっているらしい。おっさん、いつも一人で部屋にこもって何やってんの？服のセンスもなんかダサいし、窓際部署勤務の引きこもり社内ニート様？たく、お気楽社員は羨ましいぜ。俺なんか首席卒業のエリート新人なのに、こんな苦労させられてるっていうのに、世の中不公平だよな。おっさん呼ばわりはちょっとひどくないか？一応先輩なんだからさ、みんなと同じように江戸崎さんって呼んでくれよ。俺が着ている服は確かに安物の既製品っていうか、今日なんか T シャツにジーパン。うちの会社は基本的に服装自由。営業担当は終日スーツ着用のものが多いが、内勤メインの部署ではカジュアルかつラフな服装をしているものがほとんどだ。俺ももちろんロッカーには着替えのスーツも入っているが、来客や外回りの予定がないときはおよそ社長には見えない服装でいることが多い。まあ俺には俺の仕事があるからね、それなりにやってるよ。君は今期採用の古井くんだろ。噂は窓際にも届いてる。いい噂も悪い噂もね。とにかく頑張って働いてほしいな。悪い噂ってなんだよ。それでマウント取るつもり？窓際は所詮窓際だよ。キャリアは長いかもしれないけど、どうせお荷物の社内ニートなんだろう。まあ見てなって。おっさんなんかあっという間に追い抜いて、俺社長になる予定だからさ。そうかそうか、それは楽しみだな。社長になれたら俺の給料を上げてほしいんだが。冗談言うなよ。
おっさんはリストラ大賞筆頭だぜ。そんな会話もみんなの前ならば忠告してくれる人もいたかもしれない。だがこんな会話は休憩室や屋上などで二人っきりになった時だけ繰り返される。ショーがマウントを取る会話は日に日にひどくなるが、俺はむしろそれを楽しんでいた。ある日、事件が起こった。ショーが保守管理を担当しているクラウドサーバーに障害が発生してしまったのだ。それはけたたましくなるショーのデスクの電話が発端となる。はい、大変申し訳ありません。早急に対処します。ご迷惑をおかけしております。今しばらくお待ちください。朝一から鳴り続ける電話。障害が出たサーバーのクライアントからの電話である。だが、ショーの指先がキーボードを叩いている様子はなかった。障害が出てしまったサーバーは何も対策せずに復旧するわけがない。鳴り続けるクレームの電話の対応にいっぱいいっぱいで、復旧作業まで頭が回らないのだろう。なぜだ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 。そんなショーを見ても周りにいる誰も手を差し伸べようとしない。普段の言動を振り返ればそれも致し方ないと俺は苦笑いを浮かべる。やがてチャイムが鳴り昼休憩となった。ぞろぞろと出ていく社員たち。オフィスはショー一人になった。その様子を見ていた俺は窓際の部屋のドアを開けてオフィスに入る。人気を感じて顔を上げたショーの顔は涙と鼻水でボロボロだった。せっかくのイケメンが台無し。俺は苦笑いを浮かべながらショーのデスクに歩み寄る。なんでなんですか？なんで俺だけこんな目に遭わないといけないんですか？どんなにスキルが高いエンジニアでもな、一人でできることには限界がある。だからこそ職場の仲間と協力する必要があるんだ。でも君は一人で何でもできるつもりになっていたし、周りを見下していた。だからこんな時に誰も協力してくれないんだよ。くっそ、俺は情報工学部の首席卒業なのに、エリートなのに、なんで俺がこんな目に遭わなきゃいけないんだ。ミラーリングしているレイドサーバーがある。クライアントからのアクセスをそちらに切り替えろ。その間にクラウドサーバーを復旧させ、もう一度アクセスを切り替えるんだ。エリート様はそんなことも習わなかったのか？早くしろ。大学を首席で卒業するくらいだからそこそこ知識はあったらしい。ショーはまるで今目を覚ましたかのようにキーボードを叩き始めた。ふうと小さくため息をついた後、俺が数回電話対応に出ると、あれだけ鳴り続けていたショーのデスクの電話が静かになる。こうなればあとはショー一人でどうにかできるだろう。俺は苦笑いを浮かべながら窓際の部屋に戻った。俺がしたアドバイスがどうやら役に立ったらしい。退社時間が近くなる頃にはようやくいつもの日常を取り戻した。結局サーバーに障害が出た原因はウイルスなどが原因ではなく、配線の老築化による接続不良が原因だったと判明する。配線を新しいものに差し替え、あとはクライアントのアクセスを元通りに切り替えるだけ。こうして朝一からのアクシデントは収束へと向かった。その日、ショーは一番遅くまで残っていた。結局誰にも声をかけてもらえず、唯一声をかけられ手を差し伸べたのが、自分が社内ニートと嘲笑していた冴えないおっさんの俺だったのだから、相当なショックだったのだろうと想像はつく。どうした？まだ帰らないのか？おっさんには関係ないでしょ。ずいぶんな言い方だな。せっかく昼間助けてやったのに。あのくらいのことで恩を着せたつもり？
冗談はやめろよ。実務では初めてのことだったからちょっとパニクったけど、冷静になれば俺一人でもどうにかなったんだ。学校では確かに成績は良かったんだろうが、それが社会で通用するとは限らないぞ。むしろ職場の仲間と全くコミュニケーションが取れず、協調性が著しく欠如している。遅刻や早退も多い。そして今回の一件で君は会社に損害を与えてしまった。何を偉そうに説教しているの？あんたの説教なんて聞きたくないね。俺はエリートなんだ。明日からそれをみんなに知らしめてやる。睨みつけるような視線を俺に向けるショー。俺は苦笑いを浮かべながらショーの胸元にぶら下がっている社員証をつまみ上げ、ネックストラップごと引き抜く。あっけに取られたショーが次の瞬間、顔を真っ赤にして怒りをあらわにした。何をするんだ、俺の社員証返せよ。残念だがこれはもう君には必要ない。君は解雇だ。つまりクビだ。みんなに知らしめてやることができなくなるが仕方ないだろう。社員証を手にしたまま俺はゆっくりと立ち上がる。ショーは追いかけてこない。だがおそらくは最後の気力を振り絞って俺に罵声を浴びせてくる。窓際部屋の社内ニートさんにそんなこと言う権利ないね。俺の背中にショーの悔し紛れの声が叩きつけられる。俺は背中を向けたままわずかに口角を上げて振り返りもせず諭すようにつぶやいた。窓際部屋、あそこは社長室だよ。みんなはここを社長室と呼んでくれている。この部屋を窓際部屋と呼ぶのは君だけだ。え？俺はそのまま社長室に入る。次の瞬間、ショーが社長室に飛び込んできた。部屋の様子を見て愕然としている。なかなか居心地が良さそうな窓際部屋だろう。俺は取りに来た荷物を手にすると、入れ違いにショーの社員証を机の上に放り投げる。拳を握りしめながら全身を震わせているショー。俺は彼の背中を叩いて退出を促した。そしてそのままオフィスを出る。これでもうショーは会社の中には入れない。不当解雇じゃないんですか、これって。研修期間の勤怠不良、職場の仲間とコミュニケーションを取ることができない、社長を社長とも思わない振る舞いに加えて、今日のトラブル対応の遅れで会社に損害を与えた。解雇するには十分な理由だ。同期署行くのは勝手だが、君の言い分が通るとは俺には思えないがね。駐車場に着いた俺は黙って車に乗り込みエンジンをかけた。ショーはまだ何か言いたそうだったが、俺を恨めしそうに見つめているだけ。俺はゆっくりと車を出し、幹線道路の流れへと溶け込んでいく。一人ポツンと佇むショーを残して。その後、ショー本人はもちろんだが、労基署からも特にコンタクトはなかった。まあさすがに自分から労基署に駆け込むことなんてできなかったのだろう。同じ大学から入社した同期の新入社員の話では、同業他社への就職を目指したものの、前職退職理由を懸念されて就職に至らず、在宅ワークを探すものの、なかなか高単価案件を受注することができないらしい。仕方なく近所のコンビニでバイトをしているが、あの性格と言動が受け入れられず、高校中退の年下先輩にしごかれながらアルバイトを辞められないのだとか。エリート新入社員が去っていった後、社内の雰囲気は平穏を取り戻した。俺も相変わらず居心地のいい窓際部屋で日々の業務に勤しんでいる。4人になってしまった新入社員はみんなそれなりに優秀で、今後の成長が。ところで
お前はあのタワマンの清掃員でもやってんのか？うわ、底辺だな。10年ぶりに再会した上司が酒に酔った赤い顔で嫌な笑みを浮かべる。俺があの会社を辞めたのは誰のせいだと思ってるんだ。事の発端は10年前に遡る。北海道の大学の卒業を控えた俺はどうしても東京の会社に就職したかった。地元が嫌いなわけじゃないけど、都会のきらびやかな生活に憧れ、両親を説得してなんとか上京したのだ。しかし東京で就職した会社は、おいお前、体低せえぞ。すみません。毎日ちゃんと風呂に入ってるんですが。北海道の田舎臭さは風呂くらいじゃ洗い流せねえよ。さっさと田舎に帰れ。ゲラゲラと下品な笑い声を上げるこの人は、俺の直属の上司である田辺さん。入社してからずっと俺のことを田舎者だとバカにしている。なんでそこまでバカにするのか意味不明だったが、ただの暇つぶしだよ。見かねた俺の同僚が田辺さんを問いただしたところ、こんな言葉が返ってきたのだ。その暇つぶしもだんだん悪化していった。暴言は日常茶飯事で、たまに手が出ることもあるし、仕事の邪魔をされることもあった。だけど上京したいとわがままを突き通したのは俺だ。ここで田辺さんの嫌がらせに負けるわけにはいかない。俺は日々の嫌がらせに耐えながら仕事に没頭した。そんな俺の努力の甲斐があったのか、仕事ぶりが認められ、人事評価もアップ。この頃、社内で人気者だった美晴から告白され、トントン拍子に結婚。仕事もプライベートも順調で、このまま行けば出世コースなんじゃないかと言われていた。田辺さんはここ数年目立った成果を出してないし、むしろ最近じゃ会社のお荷物って言われてるくらいだ。お前が課長にとって変わる日も近いんじゃないか？社内じゃこの噂で持ちきりだぞ。よしてくれよ。でもこのまま順調に出世コースに乗れればいいな。結婚したからマイホームとか子供とか、この先いろいろとお金がかかるからな。俺の評価が上がっていく中、意外な反応を示したのは田辺さんだった。お前、すごいな。田舎者ってバカにして悪かったよ。すまなかったな。いえ。よかったら2人で飲みに行かないか？今までの詫びっていうのもおかしいが、これを機にお前との関係を改善したいんだ。てっきり例の噂を聞いた田辺さんから何かされるのかと思っていたのだが、俺の評価が上がると同時に田辺さんの態度も徐々に軟化したのだった。この日は2人で飲みに行こうと誘われてしまった。以前の田辺さんからは考えられないことだ。俺の行きつけの店があるんだが、そこでいいか？はい、もちろんです。田辺さんと関係が改善できるなら、それに越したことはない。この先昇進していく中で、仲間は一人でも多い方がいいし、田辺さんとの遺恨が解消されれば、仕事にもっと集中できるだろう。それに他人から見下され続けるのはうんざりしていたからだ。なので田辺さんのお誘いは俺にとって嬉しいものだったのだが、この店が田辺さんの行きつけですか？そうだ。この先昇進するなら今のうちにこういう店に慣れておいた方がいい。大丈夫だよ。俺がレクチャーしてやるから。連れて行かれたのはいわゆるキャバクラだった。田辺さんも俺も既婚者なのにいいのかなと戸惑ったが、店の前まで来ているのに断るわけにもいかない。今日のことは俺の妻には。大丈夫だよ。言わないから。その代わり俺の妻にも内緒にしててくれよ。茶目っ気たっぷりの笑顔でそういう田辺さんに、俺はほっと安堵の息をついた。
きらびやかな店内に美しく着飾った女性たち。一歩店の中に入ると、まるで異世界に迷い込んだような感覚に陥った。不思議な感覚の中、進められるまま酒を飲み続けてしまい、途中から記憶がなくなってしまう。なので、目が覚めて飛び上がりそうなほど驚いた。なんで？俺が寝ていたのは自宅のベッドではなく、どこかのホテルの安っぽいベッドだった。そして隣には、昨日同じテーブルに座っていたキャバ嬢が真っ裸で寝ているではないか。そして自分も裸だということに気づいて、混乱する頭のまま慌てて服を着る。出勤時間も迫っていたこともあり、寝たままのキャバ嬢の枕元に連絡先を書いた置き手紙を残して、そのまま会社へ向かう。あの子から連絡が来たら事情を聞かなきゃ。酔った勢いとはいえ、もしあの子とそういう関係になっていたら、俺の顔が真っ青に染まる。昨日一緒にいた田辺さんに話を聞いてみると、お前、えらく飲んで酔っ払ってたな。俺は止めたんだけどさ、あの子とアフターに行きたいって言って聞かないから、そのまま一人で帰ったんだ。あの後どうしたんだ？実は、俺はありのまま起こったことを田辺さんに伝える。田辺さんは眉を寄せ、やばいぞと言ってきた。その子、惚れっぽい性格で嫉妬深いんだ。お前が既婚者だって知ったら何するかわからないぞ。そんな。何事もないといいけど、なんか嫌な予感がするな。田辺さんの嫌な予感は的中し、その後大問題に発展してしまう。例のキャバ嬢はあの日ホテルのベッドの上で寝ている俺を撮影、自分も一緒に入り込んで浮気の証拠写真を撮っていたらしい。あろうことか、その写真を妻の美晴に送りつけて、俺との浮気関係を暴露した。美晴は怒り狂い、俺に慰謝料と離婚を要求したのだった。酔っていたとはいえ、俺に全ての責任がある。黙って美晴の要求に従い、慰謝料を支払った後に離婚。そうこうしている間に、いつの間にか職場に浮気の件がバレてしまった。浮気して美晴さんを泣かせたとか最低じゃん。将来有望って言われてたのに、なんか裏切られた気分だよな。周りから期待されていた分、今回の醜聞は評価のガタ落ちにつながった。仲良くしてくれていた同僚たちは俺から離れ、女性社員には最低の浮気野郎とひそひそ話をされるようになる。美晴は俺と結婚して寿退社するまで職場の人気者だった。明るくて優しい美晴は男女問わず会社のみんなから人気があって、そんな美晴を裏切った俺は最低の人間だという評価らしい。その後、職場に居づらくなり、辞表を提出。仕事も愛する人もすべて失った俺は、失意のまま北海道へ帰るしかなかった。そして10年後、あの事件の後、俺は少し精神を病んでしまったが、通院と投薬でなんとか回復。今はとある仕事をしている。毎日大変だが、やりがいのある仕事だ。そんなある日、俺は仕事の都合でタワマンへ向かっていた。このタワマンは建設前から注目を集めていた。道内もタワマンブームで高層マンションはたくさんあるが、ここのタワマンは道内でも最高級レベル。住民専用のラウンジや図書スペース、パーティールームや室内プールなど贅沢な設備が揃っている。タワマンの前オーナーが映画好きで、最上階には豪華なシアタールームもあるのだ。そんなタワマンで意外な再会を果たす。田辺さん？おいおい、久しぶりだな。
タワマンの入り口付近で予想もしていなかった人物と再会してしまった。元気にしていたか？田辺さんはまるで旧友に会ったような気安さで俺の肩を笑顔でバンバンと叩く。お前と連絡がつかなくて、あの後どうなったか心配してたんだぞ。すみません、いろいろと忙しくて。そっか。なあ、この後飲みに行かないか？今からですか？ここでこうして再会できたのも何かの縁だし、な、いいだろ。田辺さんと飲むのはあまりいい思い出がないけれど、あの時みたいに飲みすぎなければ大丈夫だろう。うなずいた俺に田辺さんはとても嬉しそうな顔を見せた。夕方になり、田辺さんと飲み屋の前で合流。10年ぶりということもあり、田辺さんの私生活や仕事はだいぶ変わったようだ。お前が退職した後、俺の企画が成功してな、その功績が認められて部長に昇進したんだよ。それはおめでとうございます。ちなみにどういう企画なんですか？ファンコミュニティの提案だ。消費者と我が社が交流できる独自のコミュニケーションサイトを構築して有料顧客に育成するっていう目的で作った。結構ヒットしてるんだぜ。その企画には聞き覚えがあった。俺が浮気騒動を起こす前に新しく提案しようと温めていた企画と全く同じ内容だ。承認が取れれば即リリースできるくらいまで仕上げていた企画なのだが、うろたえる俺に構わず田辺さんは上機嫌で話を続ける。あの企画で功績が認められて部長に昇進した後、北海道の支社に転属になったんだよ。いやー、いいところだな、北海道は。そうですか。昔あれだけ北海道出身の俺のことをバカにしていたのに、だんだんと強くなる違和感に俺は眉を寄せる。ああ、そうそう。この10年で一番変わったのは離婚したことかな。しわくちゃのババアは嫌だから捨ててやったんだよ。今は若い奥さんと再婚して毎日楽しいぜ。そしてにやりと笑みを浮かべる。その笑みは入社当時によく見た俺を見下してバカにするあの嫌な笑みだった。その奥さんっていうのはお前の元妻なんだけど。は？お前さ、全然気づかないで退職しちまったよな。つまんねえから全部教えてやるよ。そして語られたのは俺の想像をはるかに超えるひどいものだった。あの日キャバクラで散々飲まされた俺は田辺さんとキャバ嬢に無理やりホテルへ連れて行かれたのだ。キャバ嬢は田辺さんから金銭を受け取り共謀。酔いつぶれた俺とは何もなかったとのこと。周りから評価され自分の地位が危ぶまれた田辺さんが全て仕組んだのだ。そしてさらに衝撃の事実が判明。なんと俺の元妻である美晴は俺と結婚する前から田辺さんと浮気関係にあったのだ。俺と離婚した後、元さやに戻った2人はそのまま結婚したそうだ。そのようなことを田辺さんは笑顔で俺に語った。まんまと俺の策略に引っかかってよ。お前って本当にバカだな。さすが田舎者だよ。騙しやすくて助かったわ。ゲラゲラと下品な笑い声を上げる田辺さん。どうだ、仕事も将来も女も奪われてさ。なあ、今どんな気持ちだ？俺に聞かせてくれよ。酒臭い息を近づけてくる田辺さんだったが、そんなことより俺はあることが気になっていた。田辺さんって今あのタワマンに住んでるんですよね。それがどうした？そういやお前、あのタワマンに何の用だったんだ？ああ、あそこで清掃員の仕事でもやってんのか？うわ、底辺だな。もしかして部屋は1201号室？
なんで知ってんだよ。やっぱりな、と俺はため息を吐いた。田辺という名字は珍しくないし、数多くいる住民全員の顔は覚えていない。なので、今まで彼があのタワマンに住んでいることには気づかなかったのだ。とても言いにくいのですが、先月の家賃未納ですよ。え？申し遅れました。俺、あのタワマンのオーナーやってます。田辺さんに名刺を渡すと、彼は目玉が飛び出そうなほど驚いた顔をしていた。あなたにはめられて退職した後、あのタワマンのオーナーになったんですよ。どういうことだ？代々所有していた土地を俺の父が有効活用したんです。父は商才のある人で、土地を元手に資産を築いて、あのタワマンを建てたんですよ。そこが数年前に生前分与で俺に継承されたんですよね。お前は田舎の農家じゃないのか？うちはメガファームを経営してますけど、正確には酪農家ですね。今は酪農と不動産の二足のわらじを履いています。田辺さんは明らかにうろたえた様子だ。10年ぶりに再会した格下の相手が、まさか自分の住んでいるマンションのオーナーだったなんて。今日の俺が彼と再会を予想できなかったように、田辺さんにとって予想外すぎる話なのだろう。そろそろ帰りますね。ああ、ここは俺がおごりますんで、さっさと家賃払ってくださいね。呆然とする田辺さんを置いて、俺は店を後にした。その後、1週間待ったが、家賃は支払ってもらえなかった。拉致が開かないので、直接田辺さんの部屋に行き、家賃の催促をする。そこで元妻の美晴と再会したが、特に何も言わず、オーナーとしての仕事を遂行した。知り合いのよしみなんだから、ちょっと待ってくれても。知り合い？俺とあなたが？俺をはめておいて知り合いだなんてよく言えますね。とんだ恥知らずだし、常識知らずだ。俺から正論をぶつけられ、田辺さんは悔しそうにうつむく。常識を知らないあなたたちに教えてあげますが、家賃滞納は裁判にできるんですよ。払う意思がないようなので、弁護士に相談させてもらいますね。ちょっと待ってくれ。今まで散々待ちました。これ以上は待てません。その後、俺は弁護士を雇い、支払い督促状を送った。しかし、それでも払ってくれなかったので、契約解除の内容証明を送り、強制退去の手続きに入った。裁判になっていろいろと手間と時間がかかったが、田辺さんと元妻をマンションから追い出すことに成功。その後、なんと田辺さんは元妻と一緒に隠れて会社に寝泊まりしていたらしい。これが職場にバレて大問題に発展。裁判沙汰にまで発展したせいで、信用問題に傷がついた田辺さん夫婦は、なかなか賃貸契約が結べず、なんとか契約できたのはボロボロのアパートで、優雅なタワマン暮らしから一気に転落したのだった。今回の件で田辺さんと元妻は離婚の危機らしい。一度元妻が俺の元へ来て復縁要請をしてきたが、再婚してるから無理、再婚してなくてもお前とは無理だわ。北海道に戻ってきた後、お見合いで知り合った妻はとても優しく、俺にもったいないくらいの人だ。今は彼女と幸せな暮らしをしているので、元妻との復縁なんて絶対にありえない。土下座して頼み込まれても、いくら金を積まれても無理だ。それを伝えると、なぜか絶望した表情を見せていたが、最初に裏切ったのはそっちだろう。というのは我慢した。お金もなく頼れる知人もおらず、田辺さん夫婦は離婚したくてもできない状況らしい。その日を生きるのに精一杯で地獄のような日々だとか。もう俺には関係のない話だな。田辺さんが出て行った後、タワマンの部屋はすぐに埋まった。人気があるおかげで空室もなく、
経営は順調だ。オーナーの仕事は意外とやることが多く、毎日が大変だが、やりがいのある日々を送っている。あの時、俺が罠にはまっていなければ、全く違う人生を送っていたかもしれないが、この生活が幸せだし、結果的に罠にはまってよかったかもしれないな、と思っているよ。キャンセルって当日なのに、そんな。怒りと焦りでスマホを持つ手が震えた。この男はどれだけ俺たちを振り回せば気が済むのだろう。50人以上の規模の懇親会を計画させておいて、当日にやっぱり行かないだなんて。下請けなんかと食事したくねえって俺言ったんだわ。そしたらみんな同じ気持ちだってよ。他の店で飲むわ。そっちの連中にはお前からよろしくって言っといて。じゃあな。なんて横暴で傲慢で底意地の悪い男だ。きっと最初からこうして俺を困らせる計画だったに違いない。悔しかった。とにかく悔しくて仕方なかった。俺はこれから一体どうすればいいのだろう。俺の名前は健太、28歳。ある建設会社に勤めて12年になる。俺は中卒でこの世界に飛び込み働き始めた。それは家が貧しかったし、建設業界で働くことは俺の強い希望でもあったからだ。土木作業員だった父がこの世を去ったのは俺が13歳の時だった。ビルの建設作業中の事故。何人もの作業員が怪我をして、うちの親だけが助からなかった。葬儀には社長だけでなく、建設会社グループのトップである吉田会長も来てくれた。と言っても当時の俺には誰がどんな人かなんてさっぱりわからなかったのだけれど、吉田会長はおふくろと俺に深く頭を下げて、事故の再発防止の徹底をすると約束してくれた。去り際にどんな話の流れだったか、吉田会長が俺に将来の夢を尋ねた。お父さんの代わりに私たちが全力で君の夢をサポートするよ。健太君の夢は何だい？僕もお父さんと同じ仕事をします。お父さんと同じようにいつまでも残る大きな建物を作ってみんなの役に立つことが僕の夢です。そうか、そう言ってくれるのか。俺は大人の、しかも会長という偉い立場の男の人が涙するのを初めて見た。吉田会長だけじゃない。通夜に来てくれた父の同僚たちもみんな泣いていた。いつか一緒に立派な建物を作ろう。俺たちはそう誓い合い、握手をして別れた。父を亡くした後も周囲のサポートのおかげでおふくろと俺はなんとかやってこれた。だけど祖父母の入院や不幸が重なったりしてお金は出ていく一方、生活はいつも苦しかった。俺は中学校でもかなり苦労した。それは勉強ではなくて友人関係の苦労だ。よう、片親の貧乏野郎、くせえぞ。ちゃんと風呂入ってんのか？中でも積極的に俺に嫌がらせをしてきたのがある建設会社の御曹司裕二だった。裕二は俺の父親が建設中の事故で他界したことを知っていた。作業員として三流だったから事故になんか巻き込まれるんだよ。底辺は救えねえな。相手が相手だ。いくらムカついても言い返したり殴ったりすれば大問題になる。そうなれば介護施設で夜勤の仕事までしてくれている母さんに迷惑をかけることになる。俺は裕二から何を言われても唇をかみしめて我慢した。中学を卒業した俺は父の知り合いの建設会社を訪ねた。おふくろからは高校までは出た方がいいと言われたけれど、言う通りにはできなかった。父さんだって中卒で建設業界に入ったって言ってたじゃないか。俺もそうしたいんだ。時代が違う
とみんなが反対をした。最後にはその建設会社の社長が条件を出してくれた。定時制高校への通学だ。働きたいなら雇ってやる。ただし母親の思いにも精一杯応えろとのことだった。昼間は建設現場で働き、夜は学校に通うというハードな生活が始まった。きつかったけれど、おかげで俺は高等学校卒業資格を取ることができたのだ。それからあっという間に月日が過ぎて、今俺は28歳。仕事にもすっかり慣れたし、会社にとっても欠かせない人材になれていると思う。多くの現場に関わり、同僚たちとの絆も深まって、張り合いのある毎日を過ごしていた。やりがいのある仕事と素晴らしい仲間に囲まれ、いつまでもこんな日々を送り続けたい、そう思っていた。少なくともあの男からの連絡を受けるまでは。お前、もしかして健太？俺だよ俺、中学で一緒だった。ユージ？再会した時、ユージはすでに父親の建設会社に就職して、それなりの地位についていた。彼は俺が建設業界で働いていることを知ると、積極的に仕事を回してくれるようになった。だけど、もしもし、ユージ？まだ代金の支払いが確認できてないって総務から連絡があったんだけど。ああ、支払い？そのうちな。っていうか、健太お前、俺のことはユージさんって呼べって言ったろ。すみません、ユージさん。でも支払いだけは本当にちゃんとしてもらわないと。わかってるよ。ごちゃごちゃ言わずに待ってろ。通話は一方的に切られた。残念ながら、うちはそれほど大きな会社じゃない。ちゃんと支払いをしてもらわないと、運転資金が足りなくなる可能性があるのだ。ユージからもらう仕事は他に比べると支払いに関して揉めることが多かった。先日も作業者の態度が良くないとか品質が悪いとかの理由で支払いを渋られた。下請け法を守ってほしいとお願いしてようやく払ってもらったのだ。その時のユージの言動は最悪の一言に尽きた。下請け風情が生意気に法律を振りかざしやがって。それ以来、俺は完全にユージから目をつけられてしまった。中学生の頃の悪夢のような毎日を彷彿とさせる日々の始まりだった。もしもし、健太か？発注書面をメールしておいたから確認しろ。今すぐだ。はい。これって。相場からひどくかけ離れたかなり安い対価での仕事の発注だった。ダンピング価格もいいところだ。とてもじゃないけれど、こんな金額では受けられない。俺がそう抗議すると、ふざけたこと言うなよ。この金額じゃねえと仕事は頼まねえからな。そんな安く仕事をさせたいのはわかりますけど、いくらなんでも。まあ別にいいんだぜ。お前のところがダメなら他を当たるだけさ。下請けなんていくらでもいるんだからな。ユージの性格の悪さは中学生の頃から全く変わっていなかった。無茶な金額で発注があるたび、俺は上司と相談して受けるかどうかを決めた。大抵の場合は向こうの圧力には勝てず、うちは金銭的に我慢を強いられることになるのだった。ユージからは露骨に元請けが有利な支払い条件を押し付けられることも多かった。支払い期日が来ても請求額の一部しか支払われないような書き方になっていたりした。当然俺は電話で抗議した。商売に交渉はつきものだけど、いくらなんでも飲める条件と飲めない条件がある。こんな支払い条件は困ります。せめて半額、いや3分の1でもいいですから。この条件でやってる会社はたくさんあるんだぞ。そうおっしゃられましても、どうしてお前のところだけ特別扱いしてやらないといけないんだ。同級生だからか？ふざけたこと言ってんじゃねえよ。甘えるな。何様のつもりだ、この下請けが。申し訳ありません。さあどうするんだ。
仕事したいのかしたくないのかはっきり言えよ。ほら。それは上司と相談してまた折り返し連絡をさせてください。ダメだ。今お前が決めろ。健太、お前の責任で仕事を受けろ。さあ決めろ。ほら。などというふうに電話口で無理な決断を迫られることも何度もあった。ユージは俺が困るのを明らかに楽しんでいたし、自分の優位を大いに満喫していた。ある時にはユージから自社製品を買えと迫られたこともある。彼が勤める会社ではグループ会社と共同で新しい建材の開発にも力を入れていた。そうして作られた新製品をうちの会社で買って使えというのだ。この前少し話しただろう。人工木材と工業用ウレタン材どっちも確保しといてやったから本当に買えよ。こっちはもうその予定で動いてやってんだからな。その話は持ち帰って上と協議するとお答えしたはずです。買うなんて言っていませんよ。そもそもこんな大事なことを俺の一存で決めるなんてできるわけないじゃないですか。そこをなんとか押し通せよ。それとも何か健太、お前うちの新製品に文句でもあるのか。何が不満なのか言ってみろ。さあほら言えよ。いや本当にもう勘弁してくださいよ。強い口調で責められ、最後には強引に大量の発注をさせられたりもした。断ろうとすると、誰のおかげで仕事できていると思っているんだと来る。どの下請け業者であっても親事業者にとってはパートナーのような存在のはず。お互いの存在があって初めて仕事がスムーズに運ぶ。そんな対等の関係が理想のはずだ。ところがユージにはそんな意識は全く感じられなかった。透明性の高い取引なんて一切望めない。いいから黙って俺に従えって押し通す。立場が弱くて逆らえない俺はせめてユージの言動の記録を取ることにした。パワハラへの対抗手段として効果的なのは何らかの形で証拠を残すこと。ネットの記事にそう書いてあったことを思い出して実践したのだ。大学ノートにやり取りの詳細を書き起こし、日付も忘れずに記入した。小型のボイスレコーダーを買って会話を録音したりもした。これくらいの抵抗しかできない自分が俺は情けなくて仕方なかった。ある時俺はユージからいつものように無茶ぶりをされた。懇親会ですか？御社とうちで？そうだよ。たまにはいいだろう。こっちには俺を含めて50人いる。そっちは別に何人でもいいぜ。場所は任せる。つまらない店を予約するなよ。あと飲み放題は絶対につけろ。いいな。50人以上が参加する懇親会の幹事を任されるなんて俺は初めてだった。ユージが納得するレベルで50人が一度に入れる店。そんな店どこにあるのだろう。普段はほとんど外で飲まない俺なので今回の要求にはほとほと参ってしまった。そんな時ふと思い出したのがグラスを傾ける父の横顔だ。父の行きつけの店でかなり広い居酒屋があった。ファミリー層にも人気の店で何度か連れて行ってもらったこともある。俺の記憶が確かならそこの店長は父の同級生だったはず。訪ねてみる価値はある。思い立ったが吉日、仕事帰りにその店に寄ると店長は俺の相談に快く応じてくれた。忙しいだろうにわざわざ調理場から出てきてくれたので恐縮してしまった。当日は店を貸し切りにして最高の料理でもてなしてくれるという。ずっと心細い気持ちでいた俺は店長の頼もしさに涙が出そうだった。店長はぜひ飲んでいけとカウンターに席を取ってくれた。俺は飲みながら当日の料理やお酒の種類についてあれこれ相談させてもらった。その時思いがけない人物が俺に声をかけてきた。君はもしかして健太くんじゃないか？迎えた懇親会当日、俺は大いに焦っていた。道
店の外で首を伸ばしてどれくらいキョロキョロしたかわからない。どういうことなんだよ。どうして誰も来ないんだ？予約の時間になったというのに、ユージの会社の人たちが一人も来ないのだ。ユージにも何度も連絡するが、ちっとも返事がない。今日は金曜日、仕事が遅くなっているのだろうか。だけど、作業員の人たちが5時に上がらないわけはないし。あれこれ考えていると、やっとユージから返信があった。もしもし、ユージさん、今どこですか？もう予約の時間ですが。ああ、健太か。よう、何してんだ？何って言われた通り懇親会の予約をして。ああ、あれ、キャンセルな。キャンセルって当日なのに、そんな。信じられなかった。どれだけ俺たちを振り回せば気が済むんだ。50人以上の規模の懇親会を企画させておいて、当日にやっぱり行かないだなんて。下請けなんかと食事したくねえって俺言ったんだわ。そうしたらみんな同じ気持ちだってよ。他の店で飲むわ。そっちの連中にはお前からよろしく言っといて。じゃあな。俺はあまりの怒りで何も考えられなくなり、頭の中が真っ白になった。なんて横暴で傲慢で底意地の悪い男だ。きっと最初からこうして俺を困らせる計画だったに違いない。悔しくて仕方なかった。大将に対しても申し訳なかった。せっかく心のこもった料理を用意してくれたのに。こうなったら仕方がない。サプライズゲストの予定だったけれど、俺はあの人の名前を呼ばせてもらうことにした。わかりました。それでは先ほどお見えになった吉田会長にもそのようにお伝えしますね。吉田会長？1時間遅れで到着したユージをはじめとする親事業者の社員たちはみんな顔が真っ青だった。吉田会長の前に土下座して黙ってお言葉を待っている。ユージというのは？はい、私であります。何もかも健太くんから聞いたぞ。驚いたし呆れた。大いに呆れた。いまだにお前のようなろくでもない発注者がすぐっているのだな。この業界には嘆かわしいことだ。俺がこの店を訪ねたあの日、声をかけてきたのは吉田会長だったのだ。会長は建設業界で頑張っている俺のことを大いに喜んでくださった。懇親会の話をしたところ、ユージの会社はグループの子会社だという。知り合いもいるのでサプライズゲストとしてぜひ呼んでほしいと言ってくださったのだ。ところが蓋を開けてみればこのありさま。俺はユージが日頃下請けをどう扱っているかを会長に詳しくお伝えした。パワハラ行為を記録したノートにも目を通していただけた。会長がお怒りになるのも当然だった。コンプライアンスに対する意識を高めて職場環境を良くしようというのがグループ全体の総意だ。下請けに対するパワハラ行為が露見すれば企業イメージは著しく損なわれる。貴様はグループ全体を危機的状況に陥れるつもりか？そうもありません。私はただ少しでも社に利益を残すために。自社に利益を残すためなら下請けがどうなっても構わんというのか？会長はユージの行為を繰り返し叱った。ユージが弁解をするたびに驚くほど大きな雷が落ちた。その後、俺たちの懇親会は反省会の様相を呈した。料理やお酒が無駄にならなかったことに、俺は心の底からほっとした。後日、ユージは会社で吊り仕上げを食らったらしい。俺は下請けパワハラに関する詳細なレポートを提出するよう上席から指示された。ユージの会社からは父親である社長がやってきて、俺たちに深く頭を下げてくれた。今後は信頼できる別の担当者が正当な条件で契約を結ぶ。社長はそう約束してくれた。驚いたことに、その翌日には吉田会長もうちの会社を訪ねてくださった。親事業者のさらに上に君臨する人物が来たとあって、社長も大いに恐縮していた。嬉しかったのは吉田会長が俺をまるで息子のように扱ってくださったことだ。
父の葬儀で泣かされた話をうちの社長に面白おかしく披露して、健太くんのことどうかこれからもよろしくお願いします。そう頭まで下げてくださったのだ。これから一層仕事に打ち込んで業界の発展に尽くそう。俺がそう強く心に誓ったことは言うまでもない。ユージはその後地方にある支社に左遷されたらしい。何でもかなりきつい現場作業に従事させられて、あまりの辛さに逃げ出したのだとか。所詮は口先だけの七光男。自分で汗を流すことを知らない人間の末路なんてそんなものだろう。懇親会の後、俺はあの店にたまに顔を出すようになった。吉田会長もたびたび来てくださって、一緒に昔話に花を咲かせている。どの業界でもそうだけれど、人とのつながりは本当に大切だ。とりわけ建設業は一人ではとても仕事にならない。多くの人の協力が欠かせないのだ。これからも調和を重んじて自分なりの精一杯で業界を盛り上げていこう。俺は心からそう思っている。大変申し訳ありません。お客様、貧乏人に売る部屋はないんすよ。貧乏人は貧乏人らしく、ボロアパートで暮らしたらどうですか？俺を貧乏人とバカにするこいつは、俺の因縁の相手である榎本という男だ。こいつは高級タワマンの営業マンで、客として訪れた俺を見下す発言をしてきた。思えば俺の人生はこいつに振り回されっぱなしだ。俺の脳裏に今から20年以上前の古い思い出がよみがえってきた。あれは俺が高校生の時の話だ。クラスメイトの橋立は普段はおとなしいが、趣味のプロバスケットボールのことになると熱く語るようなやつだった。俺もバスケが好きだったので、すぐさま意気投合。一緒にバスケ部へ入部を決めた。うちの高校のバスケ部結構強いらしいぞ。俺この高校に受かるために必死で受験勉強したんだよ。プロ選手を輩出してるって聞いたことあるぞ。すごいよな。期待に胸を膨らませ入部したバスケ部だが、そこは聞いていた話とは全く違い、不良どもの巣窟となっていた。この高校がバスケの強豪校だったのは2年前までの話だ。とても指導力の高いコーチがいたが、病気になり教職を引退。後任が見つからず、バスケの知識がない普通の教師が顧問になった。そしてさらに運が悪いことに、コーチが引退した年は素行の悪い生徒が多く入学してきて、バスケ部にも多くの不良が入り込んだらしい。そのうちバスケ部はみるみるうちに衰退。強豪校の面影はなくなり、不良どもの吹きだまりになってしまったのだ。あれ、お前らバスケ部に入ったのか？部室に入り呆然としていた俺たちに声をかけてきたのは同級生の榎本だった。そして俺と橋立を見てにやりとその顔をひどく歪ませたのだ。これからよろしくな。その日から俺たちの地獄が始まった。榎本がターゲットにしたのは普段はおとなしい橋立の方だった。俺の方はやたら絡まれるだけで特に被害はなかったのだが、橋立は榎本にいいように扱われているらしい。ひどい時には傷だらけで登校してくる時もあった。こんなのあんまりだ。俺先生に言ってくるから。無駄だよ。先生たちは見て見ぬふりだから。でも不良たちの横暴に対して我が校の教員たちは事なかれ主義を貫いている。下手に手を出して事態が悪化するのを恐れているのだろう。頼れる人は誰もいない。だから橋立を守るのは俺しかいなかった。いい加減にしろよ、榎本。はあ、お前のやっていることは犯罪だ。部室で榎本と二人になった時、彼にそう言ったのだが、榎本は不快そうに眉を寄せたかと思うと、
ついでにやりと嫌な笑みを浮かべた。じゃあ本当に犯罪かどうかお前自身で確かめてみろよ。その日からターゲットが俺になってしまったのだ。思い出すと今でも吐き気がする。口に出すのもはばかられるようなことをされた。おかげで卒業する頃にはストレスで髪の毛が抜けてしまったし、高校生なのに何本も白髪が生えてきた。なんだその頭、まるでジジイだな。ギャハハハと笑う橋立。結局卒業して彼と離れるまで地獄のような日々が続いた。その後俺は大学に進学した。榎本にひどく扱われる毎日だったが、俺の胸には秘めた夢があったのだ。まだ俺が幼い頃、祖父が所有していた古い家がリノベーションで生まれ変わり、祖父が痛く感動して亡くなるまでその家を大切にしていた。俺は嬉しそうな祖父の姿を見て、いつしか家づくりに携わりたいと思うようになったのだ。大学卒業後、俺は夢を叶えて国内大手の天野不動産に入社。その頃には過去の傷も癒えていたのだが、配属された支社で同じ会社に入社した榎本と再会してしまったのだ。なんだよ、お前もこの会社に入ってたのか。なんで？親戚がこの会社で働いてんだ。いわゆる縁故入社ってやつだな。俺が大学で必死に勉強して死ぬ気で就活を頑張ってようやく叶えた夢なのに、こいつはただ縁があったというだけで簡単にこの会社に入ったのか。悔しさと過去のトラウマで握りしめた俺の拳がブルブルと震える。それを見た榎本はにやりとあの時と同じ笑みを浮かべてこう言った。これからは同期としてよろしくな。そして再び地獄の日々が始まった。大学時代はとても平和で友達もできたし、勉強も楽しかった。いつの間にか榎本のことを忘れていたのだ。しかし社会人になってからの榎本は巧妙に俺を貶めていった。証拠が残らないよう俺を罠にはめ、心に深い傷を残したのだ。そして俺は心を病み退職。榎本は最後まで俺に謝ることはなかった。あれから15年、いつの間にか40代になってしまった俺だが、現在は地元に帰り家業の手伝いをしている。そこで知り合った女性と結婚した。名前はより子。俺より3歳年上で熟年婚だが、落ち着いた大人の付き合いができていると思う。より子と安心して暮らせるようにするため、ここ最近俺は家の購入を考えていた。ねえ、ここはどう？迷っている俺により子が見せてきたのは、新しく駅前に立つ予定のタワマンだ。ああ、ここか。選択肢にはなかったな。駅前でアクセスもいいし、病院とかスーパーも近いし、お互いの仕事の都合も考えると、この場所はとてもいいと思うわ。とある理由で選択肢になかったタワマンだが、確かに改めて考えてみると、もろもろの条件はいい。俺は早速タワマンの見学会に行くことを決めた。この時は想像もしていなかった。まさかタワマンの担当営業者があの榎本だということを。15年も経てば誰しも外見は変わるし、ちょっと見ただけでは気づかないだろう。俺が受付に記入した名前を見て先に気づいたのは榎本の方だった。もしかしてお前遠野か？営業マンの顔をまじまじと見て、そいつが榎本だと気づき、体から一気に血の気が引くのを感じた。久々だな。あれから元気にしてたか？
自分が貶めた相手に対して元気にしていたかなんてあまりにも滑稽だろう。しかし榎本は構わずベラベラと喋り続ける。お前が退職した後に昇進したんだよ。今は課長補佐なんだぜ。俺の人生をめちゃくちゃにしたこいつが昇進して課長補佐だって。このタワマンは我が社にとって大口の仕事なんだ。俺が営業担当に抜擢されてうまくいけばさらに昇進だ。そうか。っていうか、お前さ、このタワマンの価格知ってんのか？近況報告に見せかけた自慢話を終えた榎本が見慣れた嫌な笑みを浮かべる。お前みたいなやつが住めるような場所じゃないんだよ、ここは。どういう意味だ？はっきり言わねえとわかんねえか？大変申し訳ありません。お客様、貧乏人に売る部屋はないんすよ。貧乏人は貧乏人らしく、ボロアパートで暮らしたらどうですか？わざとらしく咳払いして、にやりとひどい笑みを浮かべる。その笑みを見た瞬間、20年以上我慢し続けていた俺の何かがブチッと切れる音が聞こえたような気がした。そうか。じゃあ、すべての工事は中止で。はあ？榎本が間抜けな声を上げたのを無視して、俺はあるところへ電話をした。彼にも聞こえるように、わざとスピーカーにして電話をかける。ああ、もしもし、天野不動産ですか？鈴木部長をお願いします。遠野から電話だとお伝えください。鈴木部長って俺の上司の？すると電話の向こうがドタバタと騒がしくなる。すぐに鈴木部長が応対した。大変お待たせしました、遠野様。遠野様？どうも、鈴木部長。早速本題なのですが、今お宅に委託管理を依頼したタワマンの見学に来ているんですけど、営業担当者が貧乏人に売る部屋はないと言っていましてね。これは一体どういうことですか？私が委託管理を依頼した際、そのような基準は設けていないはずですが。そこの営業担当は？榎本という人です。貧乏人に売る部屋はないという言葉は御社の意向ですか？違います。その営業担当者の独断で。俺は大きなため息を吐いた。いずれにせよ、このような担当者に任せるのは不安です。すべての工事を一旦中止し、今後の方針を見直します。そんな。近日中に御社へ向かいますので、話し合いをさせてください。では。俺と鈴木部長の話を聞いていた榎本が混乱しつつも状況を理解し始めているようだ。お前、もしかしてこのタワマンのオーナーの遠野様？そうだよ、その遠野様だよ。俺は榎本を睨みつけ、バカなこいつでもわかるように簡単に事情を教えてやった。俺の家は代々土地持ちの家だったが、秘祖父の代まではただ土地を持っているだけの特にお金持ちでもない普通の家だった。だが祖父の代で積極的に土地を活用した資産運用を行うようになる。駐車場経営やアパート経営に成功し、バブル期には無駄に持っていた土地の売却に成功。さらに所有していた土地の上に新しく高速道路の建設が始まり、祖父は一代で財を成した。その後、父に経営を譲り、このタワマンの建設に着手。最初は俺が個人オーナーになるはずだったが、病気で入院し管理が難しくなったので、俺が譲り受け委託管理を始めたのだ。委託管理先は俺が元いた会社天野不動産は国内大手ということもあり、実績も経験もある。思うところがないわけではないが、安心して任せられると思っていたのに。お前が営業担当になると分かってたら任せなかったよ。じゃ、今度は会社で会おう。顔を真っ青にして呆然と立ち尽くす榎本。
そのまま彼を放置してタワマンから立ち去った。そして後日、俺は天野不動産へ赴き、榎本と鈴木部長を交えて話し合いを行った。というわけなのですが、大変申し訳ございません。おい、お前も謝れ。鈴木部長に無理やり頭をつかまれて、俺に頭を下げる榎本。昔は俺を見下し、バカにして、四六時中嫌な笑みを浮かべていたが、今の彼は顔は青ざめて、今にも泣きそうな状態だ。実はそちらの彼が私に対して横柄な態度をとってきたのは理由があるんですよ。昔、私がこちらの会社に勤めていたのはご存知ですか？ええ、当時私は別の支社にいたのでお会いしたことはないですが、俺、榎本さんと同期だったんです。それ以前に彼とは同じ高校でしてね。その時、口に出すのもはばかれるような仕打ちを彼から受けたんです。これには鈴木部長も言葉を失ったらしい。榎本は自分がしでかした過去を思い出したのか、今にも倒れそうな様子だ。同じ支社に配属されてからもそれは続きました。結果的に会社を辞めることになりましたが、それは私の心の弱さが原因です。今さら彼に責任を問うつもりはありません。お前はなんてことを。鈴木部長が顔を真っ赤にして榎本を睨みつける。しかし彼の人となりはよく知っています。はっきり言わせてもらいますが、彼のような最低な人間に俺の大切なタワマンを任せることはできません。このまま彼を担当にし続けるなら、今回の委託管理の話はなかったことにさせてもらいます。そんな。ですが、天野不動産のことは信頼しています。彼を担当から外していただけるなら、継続してお任せしたいと思っています。もちろんです。ありがとうございます。俺のタワマンは天野不動産にとって大口の取引先だ。もし話が立ち消えることになったら、会社にとって大きな損失となるだろう。今回この営業を成功させたら、昇進が約束されていた榎本は鈴木部長の即断に目を見開き、絶望した顔を見せている。新しい営業担当者は信頼できる人にしてくださいね。もちろんです。すぐに適切な担当者を任命させます。よろしくお願いします。榎本を置き去りにして話がまとまり、俺は笑顔で鈴木部長に握手を求める。鈴木部長は半泣きになりながらも、最後は笑顔を浮かべていた。その後、鈴木部長は約束通りすぐに新しい営業担当を任命した。まだ年若い営業マンだったが、俺と同じく家づくりをサポートしたいという夢を持ち、この業界に入ってきたらしい。榎本よりはるかに年下で、役職もほぼ平社員だが、働き者で熱意もあり、笑顔も好印象だ。実際に会って話してみて、この人なら任せられると思えた。あのタワマンは俺にとって幼い頃から抱き続けた夢の集大成でもある。家づくりに携わりたい。祖父のように家に住む人たちが心から浮かべるあの笑顔をもう一度見たい。タワマンのオーナーになることで、ようやく俺の夢が叶うのだ。これは打足だが、榎本はあの後左遷となったらしい。今回の件で大失態を犯したのに加えて、俺が鈴木部長に告白した内容が社内のコンプライアンスに引っかかったようで、厳重注意や降格、減給処分では足りなかったようだ。左遷先は田舎の小さな支社。榎本は結婚して地元に家を建てていたので、左遷先へ単身赴任。奥さんは旦那についていかなかったらしい。もともと奥さんは榎本の横暴さに愛想を尽かしており、今回の件でそれが決定的となったようだ。現在は別居だが、近い将来離婚するのではという噂が同級生の間で流れている。
あんまり高校時代の連中と交流のない俺のところにまでそういう噂が届くレベルだからな。噂というか真実なんだろうよ。まあ自業自得だな。俺は久々に再会した高校時代の友人橋立からそんな話を聞いた。彼との交流は卒業後も続いている。俺が彼をかばい榎本からターゲットにされた時、橋立は泣きながら俺に謝ってきた。彼がいなかったら俺は高校を中退していただろう。そんな橋立はあの後スポーツ医療の大学へ行き、今はプロバスケットボールチームの専属スポーツドクターになっている。バスケが好きだった彼は選手をサポートするドクターとして活躍しているのだ。因果応報ってやつだな。個人的にはまだ足りないと思うくらいだけど。まあ、あんなやつのことは忘れた方がいいぞ。思い出すだけで時間の無駄だしな。俺たちは自分の人生を精一杯生きよう。だな。俺の人生は榎本に振り回されっぱなしだったけれど、悪いことばかりではない。橋立という唯一無二の友人に出会えたし、今は妻のより子と一緒に暮らせて幸せを感じている。人生何が起こるかわからない。悪いことが起きた時に支えてくれる人の存在は何にも変えられない、とても大切なものだ。俺は俺のそばで支えてくれる大切な人たちと一緒にこれからの人生を精一杯生きていく。おい派遣、お前今日で契約終了な。上司が俺に向かって告げたのは衝撃的な言葉だった。そんな、どうして？何か仕事でミスしましたか？慌てて問いかける俺に対して上司は、うるせえ、これは会社の命令だ。そもそも高卒の派遣社員がこの会社で働いているのがおかしいんだよ。無能はトイレ掃除のバイトでもしてろ。そう言い捨てた。この仕事を失ったら俺はどこに行けばいいんだ。突然のクビの知らせに俺の目の前は真っ暗になった。俺の名前は三谷健二。32歳の派遣社員だ。今年の7月からこの会社で働き始めたのだが、派遣社員の俺は嫌な上司に目をつけられてしまい、毎日のように嫌な思いをしていた。上司の名前は藤野さんといい、年齢は45歳くらい。なんと社内でも有名な嫌われ者だった。いい年なのに人前で悪口を言ったり仕事をサボったりする、何かと問題のある人物だ。おい派遣くん、お前どこの大学卒業なんだよ。入社して初めて会った時、藤野さんはそう声をかけてきた。はあ、俺は高卒で働き始めたので大学には行ってないです。と正直に言うと、ギャハハ、お前今時高卒かよ。さすがに派遣くんだな。どうせお前みたいなやつ正社員にしてくれる会社はないんだろ。ふらふらといろんな会社をたらい回しになって哀れだね。社会の底辺は仕事を選べなくてかわいそうだな。なんて言いぶりだ。上司の様子を見て俺は、いえ、正社員に誘われたことは何回もあるんですよ。でも俺は派遣の方が性分に合っているもので全部断ったんです。そう言った。すると上司は、何底辺が強がってるんだよ。いい年して負け犬なのを認めないのは見苦しいぞ。そんなんだからどこにも雇ってもらえないんだよ。身の程をわきまえろ。そう言って俺の周りで嫌みったらしく大笑いした。ああ、この人とは何を話しても無駄なようだ。周りを見渡すと社内の他の社員たちも上司の発言に呆れている様子だった。これは大変な会社に派遣されてしまったかもしれないぞ。俺はそう不安を感じた。その後、食堂で他の社員から話を聞いたところによると、
今年はこの上司のせいですでに新卒が3人も辞めてしまい、その上派遣社員も長続きしないそうで、俺の配属された部署はいつも人材不足で悩んでいるらしい。こんなに人を辞めさせている上司が会社に責任追及をされないのはおかしいのではと思ったが、どうやら人事部にコネがあるらしく、上司には今まで何の咎めもないらしい。のらりくらりとろくに仕事もせず、会社に居座り続けているらしかった。そしてそれからというもの、毎日のように上司のパワハラは続いたのだ。ある日のこと。おい、派遣。明日、クラウド社との打ち合わせが決まったから、資料を今日中に作っておけ。上司は偉そうに俺に命令した。その取引先は俺が担当していて、本来の打ち合わせは1週間後だったのを、上司が急に明日に設定してしまったのだ。そんな、今日一日で資料作成なんて無理です。きちんとしたものを作ろうとしたら、せめて3日くらいないと。俺がそう言うと、うるせえ。上司の命令したことは必ず実行する。これが部下の基本だろうが。こんな簡単なこともできねえから、お前はいつまで経っても派遣なんだよ。つべこべ言わずにやれ。そう言って怒鳴りつけた。仕方がないので、俺はすぐに資料作りに入ったのだが、なかなか作業は進まない。何せ本来であればもっと時間が欲しい仕事だ。ただ会議での説明資料だけなら、今までに作成したことがある資料を応用するなどすれば、なんとか翌日の朝までには間に合いそうだった。あまり重要でない資料は会議が終わった後に集めて、後日メールで送ればいいのだ。俺はできる限りのフルスピードで明日の会議のための準備に追われた。それから黙々と仕事を続けて、ふと時計を見ると23時を過ぎていた。窓の外を見ると月が高く昇っていた。例の上司は定時にさっさと自分だけ帰ってしまったし、残業をしていた社員たちもとっくに帰っていた。俺の他に社内には誰もいないようだ。明日の会議用資料は説明用のパワーポイントの作成などがまだ残っていて、最後の大仕事となっていた。今から取り掛かっていると朝までかかるかもしれない。だけどこの取引先との仕事は俺が派遣されてからずっと担当してきた思い入れのある仕事だった。相手方の担当者とも仲が良くて、できればいい資料を提出したい。俺は朝まで黙々と資料を作り続けた。翌朝、いつの間にかうたた寝をしていた俺は、8時頃出社した他の社員に起こされて目を覚ました。打ち合わせのための資料はなんとか完成している。やった!間に合ったぞと思っていたのだが、おい、派遣!今日のクラウド社との打ち合わせ、お前は欠席な。上司から告げられた言葉は信じられないものだった。でもあそこの案件の担当は俺なんで、俺の作った資料がないと困ると思うんですけど。せっかく朝までかかって作った資料なんです。俺も同席させてください。俺がそう言うと、上司は悪びれた様子もなく、おいおい、ふざけるなよ。お前みたいな高卒派遣が相手じゃ、相手にとっても迷惑だってわかんないのか。俺が全部話をつけてやるから資料だけよこせよ。その言葉を聞いて俺は怒りに震えた。なんだ、最初から自分が仕事のいいとこ取りをするつもりで俺に資料を徹夜で作らせたんだ。俺が不満そうな顔をしていると、なんだその顔は。部下の仕事を上司が取って何が悪い。文句を言ってもいいが、その場合会社を辞めることになるのはお前だぞ。俺が人事部の知り合いにチクれば、派遣のお前なんか簡単にお払い箱だからな。上司はそう言って俺の顔を見ながら憎たらしい顔でニヤニヤと笑った。残念だけどこいつの言っている通りだ。今ここでどんなに文句を言ったとしても
打ち合わせの会議には参加させてもらえないし、速攻でクビにされてしまうだろう。最初から最後まで俺はこの上司の手のひらの上で踊らされていたのだった。じゃあな、サンキュー、派遣くん、ご苦労様。彼はそう言って俺の手から資料を奪い取って去っていった。上司が去っていく後ろ姿を見ながら俺は悔しさに震えた。そしてその日からまだまだ上司からの嫌がらせは続いたのだ。嫌がらせは仕事を奪われただけではない。朝礼の時に無視されるのは毎日だし、食堂で食事をしていると、おい、派遣のくせに正社員である俺たちと同じテーブルで飯を食ってんじゃねえよ。あっち行け、無能。そんなことを言い出して自分たちが座っているテーブルからなるべく遠くへ俺を追い払ったりした。また、おい、派遣、トイレが汚れているから掃除してこい。とトイレ掃除を強制されたりもした。もともとうちの会社のトイレは朝と夕方に社員が交代で掃除をすることになっている。当番になる社員は社長クラスから新入社員まで平等に月に1回割り当てられていた。うちの会社の社長は一人一人が仕事の初心を忘れないようにというポリシーを持っていて、役職にかかわらず当番制でトイレ掃除を割り振っているのだ。ところが上司はこのトイレ掃除をすっぽかしていつも俺に押し付けてきた。それどころか自分と仲のいい人事部の連中の分まで俺に押し付けたのだ。そのため俺だけ月に10回以上もトイレ掃除の当番が回ってくるようになってしまった。もちろん上司たちが社長や役員にバレないように立ち回っているので、俺のトイレ掃除の回数が社内で問題にされることはなかった。それに上司はトイレ掃除をしている時にわざと用を足しに来ては、高卒派遣くんにはトイレ掃除は天職だな。お前もうこの仕事辞めてトイレ掃除を本職にしろよ。そう言って磨いたばかりのトイレをわざわざ汚して去っていくのだ。くそ、なんでこんなことになってしまったんだ。やりたかった仕事を奪われ、高卒だ派遣だとけなされ、挙句の果てにトイレ掃除ばかり。俺は毎日のようにトイレを磨きながら悶々とした気持ちに悩まされていた。そんなある日のこと、俺は朝から上司の席に呼び出された。なんだろうと思っていると、上司は意地悪そうに笑いながらこう告げた。おい、派遣、お前今日で契約終了な。突然の話に俺は驚く。そんな、どうして？何か仕事でミスしましたか？焦って尋ねると、理由なんかねえよ。上から人員整理をしろって言われたから、一番この会社で意味のない派遣のお前の契約を終了させることにしたんだよ。上司はそう言ってこちらに向かって犬でも追い払うようにしっしと手を振った。そんな勝手なことを言って、俺が今までどれだけ資料を作ったり取引先の挨拶回りをして会社に貢献したと思っているんですか？こんな簡単にやめろと言われても納得できません。そう言ったものの、上司は俺の言葉なんか聞いちゃいない。うるせえ、これは会社の命令だ。だいたい高卒の派遣社員がこの会社で働いているのがおかしいんだよ。無能はさっさと退職して公園のトイレ掃除でもしてろ。そう言うと彼は俺をオフィスから追い出してしまった。明日から仕事に来なくていいと怒鳴っていきなり派遣切りしたのだ。結局仕事のおいしいところだけ取られて使い捨て。これが派遣社員の運命なんだ。俺は自分で自分の人生が悲しくなった。ところが俺が会社を辞めてから数日後、自宅で寝ているところへ上司から電話がかかってきた。おい、派遣、お前うちの会社に何したんだよ。電話の向こうで上司が怒鳴っている。
は？何もしてませんけど。俺がそう言うと、嘘つくな。お前が辞めてから主要な取引先が全て取引終了を連絡してきて困ってるんだ。さては何かしやがったな。それにこの取引終了の件で社長がカンカンに怒っていて、お前に話したいことがあると言っているんだ。だから今すぐ会社に来い。上司はそう言って興奮した様子で話している。やれやれ、契約の切れた派遣社員に何の用かと思えば。俺はめんどくさく感じながらも仕方なく会社に向かった。会社のオフィスに到着すると、上司と社長、それに人事部長など幹部が数人集まっていた。俺が入室するなり、上司は食ってかかってきた。彼は怒った形相で、おい三谷、取引先の契約終了はお前の仕業だろう。お前が会社に対して何を企んだのか、社長たちの前で白状しろ。そう怒鳴った。お言葉ですけど、俺は何も企んでいません。取引終了の会社が相次いでいるのは、あなたが仕事をしない代わりに、いつも俺が取引先に挨拶回りなどをして、信頼関係を築いていたからですよ。俺が築いた信頼関係によって仕事の取引をしてくれていたんだから、俺が辞めたら契約終了なのは当たり前でしょ。そう言うと、上司はますます怒って、なんだその物言いは、しらばっくれるな。どうせ派遣切りの腹いせに取引先にうちの会社の良くない噂でも流して取引停止させるように仕組んだんだろう。つる賢いやつめ。意図的に会社に不利益になる情報を流したとして訴訟を検討しているから覚悟しろ。そう言った。どうやらこっちの話は全く聞いてくれないらしい。完全に俺がこの会社をはめるために何か仕組んだと勘違いしているようだ。そう思っていると、確かに取引先に迷惑をかけ、我が社に大損害を与えた。会社としては処罰に踏み切らなくてはいけない。そばでじっと聞いていた社長がそう口を開いた。その様子を見て、そうですよね社長。ほら派遣、社長もこうおっしゃっているぞ。会社に迷惑をかけたんだ。ここに土下座して謝れ。そう言って勝ち誇ったように怒鳴った。みんなどうやら俺が犯人だと信じ込んでいるらしい。もう俺はこの会社から追い出されて社員でも何でもないというのに、土下座して謝れと迫ってくる上司を目の前にして俺が呆然としていた時、何を言っているんだ藤野、謝るのは君だろう、この裏切り者め。社長はそう言って上司を睨みつけた。は、裏切り？何のことでしょうか社長。上司は意味がわからない様子でポカンとしている。この愚か者、お前が不正を行っていることわしは知っているんだぞ。君は我が社の機密情報を競合他社に売ってお金をもらっているんだろう。調べはついているんだよ。ねえ三谷君。社長は静かにそう言うと俺の方に微笑みかけた。はい社長、派遣社員として潜入している間に藤野さんたちが情報漏洩をしていた証拠は全て掴んでいます。俺はそう社長に伝えた。その言葉を聞くと上司は、潜入？三谷が？だってこいつは高卒派遣の無能社員のはずじゃ。どうやら頭の理解が追いついていないらしい。その上司の様子を見て社長は言った。実は三谷君は私の古い友人の息子でね。彼は高卒だけどとても優秀で、今では経営コンサルタントとして有名なんだよ。もう何社もの会社の経営を立て直している凄腕なんだ。だから近年業績が伸び悩んでいる我が社の問題点を指摘してもらおうと思って私が雇ったんだ。社長が突然告げた真実に上司は口をパクパクさせている。うちの会社は離職率が高く、いまいち業績が上がらない。だけど決定的な原因は不明だった。だから三谷君に派遣社員として潜入してもらって
会社の膿はどこにあるのか探ってもらっていたのだ。は上司は上ずった声を発しながら真っ青になっている。そんな彼に対して俺は言ってやった。そうですよ、藤野さん。高卒でも努力すればこういう仕事ができるようになるんです。俺は潜入して普通の派遣社員として働きながら、あなたや人事部の人たちがいかに社内でパワハラモラハラを働いているかを記録しました。そして全ての帳簿や社内メールをくまなく調査し、あなたが機密情報を他社に流して利益を得ている証拠も確保しました。もう逃げられませんよ。すると上司は俺の方を睨みながらもごもごしている。まさかこんな派遣の負け犬が俺の人生を壊すなんて。どうやらもう反論する言葉も出てこないらしい。彼は憔悴した様子で呆然とし、同時に責任を追及された人事部の人間たちもひどい顔色になってうつむいていた。その後俺は正式にこの会社の経営パートナーとなり、社長にさまざまな改善計画を提案した。会社の中で不正を働いていたり仕事をサボっていた社員たちを追い出してしまった。その後コストカットや社員教育のマニュアルを整備し、1年後には会社の業績は右肩上がりになるまでに改善した。もちろん例の問題の上司と人事部は懲戒解雇され、機密情報浪費のために数千万円の賠償金の支払いが裁判所から命じられた。上司たちは今ではアルバイトなどをしながらお金の返済に追われているようだ。そういえばこの間ある女子社員が教えてくれたのだが、例の上司の藤野が近場の大型ショッピングモールでトイレ掃除のアルバイトをしている姿を見かけたそうだ。あれだけ威張り散らしていつも俺にトイレ掃除を押し付けていたのだから、見事なブーメランが決まって思わず俺は笑ってしまった。彼の場合はまずは掃除に専念して身も心も叩き直すことが必要だろう。俺はその後も経営コンサルタントの仕事を続けている。高卒から有名経営コンサルタントになった実績を綴った著書を発表する予定があったり、経営の勉強をしたい人たちから講師の依頼が来たり、ビジネス雑誌の取材を受けたりと多忙を極めている。忙しくも働きがいのある毎日に感謝するばかりだ。ですね、はっきり申し上げますが、貧乏人にタワマンは無理ですよ。見学に来たタワマンで営業マンの宮本さんからバカにしたような態度で言われた。この人は俺をお客様だとは思っていないようで、思い返せば最初から失礼な態度ばかりだった。彼が俺をこんなにも見下しているのは、おそらく最初に提出したアンケートの職業欄に俺が工場勤務と書いたからだろう。俺の名前は風間。自分で言うのもなんだが、俺の人生はずっと不幸だった。俺の顔には生まれつき大きなあざがある。それは額から右の方にかけて髪の毛で隠しきれないほどの大きなものだ。手術も考えたけれど、俺の家にはそんな金もなく、水商売をしている母曰く、父親は誰かわからないそうだ。生まれた赤ん坊のあざを見て、母は、こんな醜い子は私の子供じゃない、と泣いて訴えたらしい。本当はあなたのこと捨てたかったけど、そうすると私が捕まっちゃうでしょ。だから最低限のことはしてあげるけど、中学卒業したら自分で何とかしなさいよ。物心ついた時からこう言い聞かされていたので、俺の自立心が育つのはかなり早かった。中卒ではまともな職に就けないことを知り、俺は必死で勉強をした。しかしこのあざのせいで周りから不気味がられてしまい、コミュ障気味になってしまった。友人は一人もいない。運動神経もなく、音楽も美術も成績は良くなかったけれど、机に向かってひたすら勉強することはできた。
俺の成績がどんなに良くなっても母親は俺のことを可愛がるようなことはしなかったけれど、この成績で高校に行かないのはもったいないと思うくらいの心はあったらしい。母が祖父母に頼んでくれたおかげで高校進学の費用を出してもらえることになった。俺は進学校に合格したが、それでもこのあざのせいで周りから浮いてしまった。クラスメイトから気持ち悪いと言われたことは今でもトラウマになっている。たまに勉強を続けて何の意味があるんだと思うこともあったが、やがて勉強しかできないならそれを極めればいいと開き直るようになった。そして20年以上の月日が経った。俺はとある会社の工場勤務となり、毎日家と職場の往復をしている。こんな見た目と性格なので彼女はいないし、できたこともない。このまま一生一人なのだろうなとほとんど諦めている。そんな俺だが一つだけ夢があった。自分の家を持つことだ。俺の住む地域は分譲化が進みすぎていて、一戸建てを建てる土地を探すのが難しい。そこで目をつけたのが駅前に新しくできるタワマン。このタワマンはとても条件が良くて、今まで貯めたお金を頭金にすればなんとか購入できる物件だ。数少ない学生時代の友人である本田に紹介されてからずっと気になっていた。完成をずっと待ちわびていて、この度見学会が開かれた。俺は早速タワマンの見学会に参加したのだが、タワマンの営業担当者は最初のうちはニコニコと笑顔で対応してくれた。担当の宮本と申します。不明な点がありましたらお申し付けください。今日の見学希望者は俺以外にも2組いた。1組は若い夫婦で、もう1組は子連れの家族だった。みんな家族と一緒で幸せそうな顔をしていて、なんだか居心地が悪かった。宮本さんはそんな俺を気遣って積極的に話しかけてくれた。見学会のアンケート用紙の職業欄に工場勤務と記載するまでは、工場勤務ですか。ああ。明らかに落胆した顔を浮かべたかと思うと、それからは俺を放置して他の2組にかかりきりになった。工場勤務は給料が低いと思い込んで、俺のことを冷やかしだと思ったのだろうか。俺は真剣にこのマンションの購入を考えているのに。それに俺の顔のあざを見て、彼は明らかに顔を歪めたのだ。その顔はあざが気持ち悪いと言った連中と同じで、俺は嫌な過去を思い出し、その日は途中で帰宅してしまった。あのマンション、条件はいいけれど、営業担当の態度が気になるな。他のところも見学しよう。その後、いくつか同じ価格帯のマンションを見学したけれど、どれも最初に見たところに比べると条件が良くない。やっぱりあのマンションがいいな。もう一度見学に行こう。今度はあの営業担当に当たりませんように。そう願いつつ見学予約を申し込んだけれど、当日また宮本さんが担当になってしまった。彼は俺を見ると明らかに面倒くさそうな表情を見せる。すみません、このキッチンについて質問があるんですけど。はあ。俺は気になったところをいくつか質問していく。彼は面倒くさそうにしながらも一応俺の質問には答えてくれた。たださっさと帰れと思っているのが手に取るようにわかる態度だ。担当を変えてほしいとも言えないし。宮本さんの態度を我慢しつつマンションの見学を進めていく。やっぱりこのマンションが一番条件がいい。ここに住んでいる自分の姿を想像して少しテンションが上がってしまう。リビングには大きなソファーを置いて、休日はそこでゴロゴロしながらのんびり過ごして、
そんな想像をしているとき、ふと気になるところを見つけた。お手洗いに使っている建材なんですけど、これって大理石ですか？は？大理石って吸収性があるから水回りには向かないですよね。俺は石材タイルがいいんですけど、変えることってできますか？宮本さんは俺の質問に対してよくわからないといった顔を見せる。御社で取り扱ってるタイルの一覧があれば見せてほしいんですけど。面倒だな。は？ですね、このマンションを購入していただけない方になんでそこまでしないといけないんですか？はあ、とこれ見よがしに大きなため息を吐く。なんかさっきからドヤ顔で知識披露してますけど、自慢ですか？そういうのは友達同士でやってくれます？俺仕事中なんで。俺は自分なりに調べてそれを聞いただけなのだが、自慢したいという気持ちはさらさらない。なのに彼には俺が自慢していると受け取られてしまったようだ。ですね、はっきり申し上げますが、貧乏人にタワマンは無理ですよ。でも俺は真面目に購入を考えて。工場勤務なのに？このマンションはここ一帯でもかなり高級な価格帯です。現在ご予約いただいている方は会社役員やお医者様、そういった高収入の方ばかりなんですよ。工場勤務の方に買えるわけないじゃないですか。俺を見下し、バカにしたような視線を向けながら宮本さんは続ける。ご家族の方と共同ローンならまだ払える可能性はありますけど、お客様結婚されていませんよね。そうですけど。そして俺の顔のあざを見て、そりゃそうだろうなといった顔で笑う。彼の顔を見て、俺をバカにしてきた同級生の言葉を思い出す。その気持ち悪いあざじゃ女は寄ってこないな。お前は一生独身だ。かわいそうに整形でもすれば。俺を人間だと思っていないようなひどい言葉の数々。彼が心の中で同級生たちと同じ言葉を思い浮かべているのは手に取るように分かった。分かったら帰ってください。仕事の邪魔なんで。宮本さんの言葉に俺は我慢の限界を超えた。今まではひどい言葉を投げかけられても笑って受け流していた。だけどほぼ初対面の相手、しかも客に向かってそんなひどい態度を取るなんて、社会人の前に一人の人間としてありえない。気づいたら俺はこんなことを口走っていた。そうですか。あなた仕事を失いますけど、それでもいいんですか？はあ？そして俺は彼に向かって名刺を差し出す。俺こういうものです。うちの会社の名前は聞いたことありますよね。お宅の会社と取引がありますし。からの工業？確かにうちの取引先ですけど。その名刺の肩書きをよく見てください。俺そこの工場部門のトップ。まあいわば社長ですよ。俺の人生は不遇の連続だった。そんな俺にできることといえば、机に向かってひたすら勉強し続けること。このあざのせいで周りの人間と関わることもなく、一般的な青春を送ることもできなかった。だけどその分勉強に打ち込むことができた。気づけば国内最高レベルの難関大学に合格。高校時代に必死で貯めたアルバイト代と祖父母からの援助、そして奨学金をフルに活用して大学へ進学したのだ。大学でもさらに勉強を頑張り、就職活動を成功させる。俺は国内大手企業の空野工業に就職したのだ。最初は平社員だったが、仕事に打ち込み成果を出し、出世コースに乗り、30代にして工場部門のトップに就任した。社会に出てからは頭がいいだけでは出世できないと気づき、学生時代にサボっていた他人との交流も不慣れながら努力した。あざのせいで最初は遠巻きにされることも多かったけれど、根気よくコミュニケーションを取り続けているうち、
分かってくれる人の方が多かったのは幸いだった。見た目で人を判断するような人間ばかりではないと分かったのは、俺の人生にとってとても大きな収穫だ。俺がこの件を上層部に話せば、何かしらの影響はあるかもしれませんね。嘘だろ。嘘だと思うなら、本社の本田本部長に連絡して確認してください。俺、彼の紹介でこのタワマンの見学に来たんですから。あの本田本部長の？そう、俺にこのタワマンを紹介してくれたのは、彼の会社の本部長である本田だ。彼とは大学時代に出会った。俺のあざを見ても何とも思わない、普通に応じてくれた数少ない人。彼とは初対面から意気投合して一番の親友だと胸を張って言える人だ。そんなバカな。信じられないなら今この場で電話しますね。スマホを取り出してささっと操作、スピーカーに切り替えて宮本さんにも聞こえるようにする。数コールで本田が出てくれた。おお、どうしたんだ風間、俺仕事中だぞ。すまんな。実は、かいつまんで事情を説明すると、本田が威圧感たっぷりの声で宮本さんを怒鳴りつけた。貴様、俺の友人に対してよくも。本田は昔から怒るとかなり怖い。俺のあざをバカにしてきた同級生に向かって一度だけ本気で怒ったところを見たことがあるが、本田に怒られた同級生はそれ以来俺たちに近寄ることはなかった。すまん風間、このお詫びは必ずするから。本田が悪いわけじゃないから気にするな。でも今日のところはこれで帰るよ。申し訳ないけど営業担当を変えてもらうことってできるかな。もちろんだ。顔を真っ青にしてへたり込んでいる宮本さんを横目に電話を切る。彼にはそれ相応の対応がされるだろう。そして俺がきびすを返すと、お待ちください。今までの無礼は謝罪します。なので本部長に何とか取りなしていただくことは。たとえ俺が本田と友達じゃなくても、取引先の社長じゃなくても、あなたの態度は非常識です。お客様を表面上だけで判断するなんて、社会人としても失格ですし、一人の人間としてもどうかと思いますよ。しっかり罰を受けて反省してください。俺にすがりつく彼を自業自得だと切り捨てる。先ほどまでの舐めた態度はどこへやら。半泣き状態になった宮本さんを置いてそのまま帰宅した。後日、先日のお詫びと言ってはなんだが、今夜おごらせてくれないか。時間のある時に俺の会社に来てほしい。あいつに直接謝罪させるから。俺は断ったのだが、本田が納得していない様子だったので、彼の会社へ向かう。案内された会議室で謝罪の前に宮本さんから土下座をされた。この度は誠に申し訳ございませんでした。俺からも謝らせてくれ。今後は社員教育を徹底させる。本当に申し訳ない。そうしてくれると助かるよ。俺以外にも不快な思いをする人が出ないようにしてくれ。宮本さんが心から反省して謝罪しているかはともかくとして、一番の親友がここまで頭を下げているのだから許さないなんていう選択肢はない。ついで本田が宮本さんの処分をその場で下した。減給処分は免れないと思え。それと段階的な降格処分もありえるからな。出世コースとは一生縁がないと思っておけ。そんな。お前は我が社の営業マンにふさわしくない。本当はクビにしたいところなんだぞ。会社に残れるだけでもありがたいと思え。本田の圧力に宮本さんは何度目かの涙目になった。その夜、本田と飲みに行った席で聞いた話によると、彼は有名大学出身でそれを鼻にかけていたらしい。前から問題行動が報告されていたが、今回の件が決定打となったようだ。一つ一つは小さなことだが、それが積み重なれば大きな問題に発展する。なので今後のリスク回避のためにも、今回のような重い処分が下されたとのことだ。そしてその後、なんと本田から直々にタワマンの案内をしてもらえることになった。何でも聞いてくれ。
一応本部長なんだからな。知らないことはないぞ。その言葉通り、俺の質問に次々と答えてくれる。本田のおかげで疑問もほぼ全て解消して、やはりこのマンションが一番いいなと思った。そして俺はすぐマンションの購入契約に進んだ。なあ、余計なお世話かもしれんが、お前って単身だよな。このマンションはちょいと広すぎないか？ご心配なく、ちゃんと同居人がいるから。俺の言葉に本田は目を見開いた。まさかお前、いつの間に彼女が？一番の親友である俺に黙って、密かに結婚間近とか？あはは、違うよ。一緒に住むのはこの子たち。俺が見せた家族の写真に、本田の顔が一気に緩んだ。これは、かわいいペットたちだな。ワンちゃんの名前はおもちちゃん、猫ちゃんの名前はごま団子ちゃんだ。近いうちに遊びに来てくれよ。家族全員で歓迎するぜ。そう、俺には大切な家族がいる。このマンションに決めた大きな理由がペット可という条件だ。しかし、本田は俺の家族の名前を聞いて、微妙な表情を浮かべている。お前のネーミングセンスって昔からちょっとあれだよな。前は拾った猫にきなこ餅って名前つけてただろ。失礼だな。かわいい名前だろ。本田のツッコミに俺は怒ったように見せかけて言い返した。そしてお互い顔を見合わせて笑う。まるで大学時代に戻ったかのようなひとときに、俺の心が緩んでいくのを感じた。人間は見た目じゃないとは言い切れない。俺自身がこんな見た目だからな。だけど見た目を気にしないで中身を大切にしてくれる人は必ずいる。そういう人と出会えた俺の人生はそんなに悪いものじゃないなと思えるよ。